皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。グリーンバイブスマンです。グリーンバイブスマン。今日は、リクエストにいただいていた、僕の部屋の観葉植物のハンギングについての、ご紹介動画をお送りしたいと思います。よかったらぜひご覧ください。それではどうぞ。こちらはディスキディアエメラルドという植物になります。水やりの頻度はそんなに多くなくて大丈夫な植物です。僕はこれを、南側の窓に、ハンギングしています。で、植木鉢は100円ショップで買った、植木鉢に入れています。で、その上にあるのがリプサリスですね。こちらもだいぶ伸びてくれて、めちゃくちゃ存在感が出てきました。かっこいいですね。あとは棚の方にはポトスライムとかこう垂れ下がる植物も置いてあります。こっちの棚の植物はあまりご紹介したことがなかったので動画を撮ってみましたので、ぜひご覧ください。僕がどんな風にハンギングをしているかというと、このリプサリスはですね、カーテンレールのところに S 字フックをつけて、ハンギングをしています。で、このリプサリスの植木鉢なんですけど、このハンガーみたいなのがついた植木鉢に入れています。もともと買った時の植木鉢ではないんですけど、多分100均とかにもこのハンガーがついてるような植木鉢だったと思います。ちょっとどこで買ったか覚えてないんですけど、それに植え替えて、ハンギングをしています。僕はこのマクラメハンギングは Amazon で購入したものを使っています。5、6種類入ったセットだったんですけど、結構安かった記憶があります。ちょっと値段は覚えてないんですけど、調べると出てくるかもしれないですね。で、この100均の植木鉢を使っている理由は、これプラスチックなんですけど、カーテンレールに引っ掛けるので軽いものを選んでいます。で、このマクラメハンギングとリプサリスのこのハンガーがついた植木鉢を両方ともこの S 字フックに引っ掛けています。この動画を撮っている理由がちょっとよく思い出せないんですけど、多分詳細を見せたかったんだと思います。こんな感じです。この S 字フックを利用している理由は、こう植物を簡単に移動できるんですよね。なのでカーテンの開け閉めだったりとか、あとは窓の出入りにも非常に便利です。皆さんやられたかもしれないですけれども、で、あとはこの隣に引っ掛けてあるのが、何も使ってないんですけど、これも Amazon のそのセットに入っていたマクラメハンギングになります。なぜこう音を鳴らし始めたかは記憶が定かではないんですが、こんな感じのものがセットで入っていました。あ
あとはハンギングではないですけれども、棚の一番上の段には垂れ下がる系の植物をいくつか置いてあります。なかなかルームツアーでもご紹介できなかったものがあるのでご覧ください。ここにはモンステラジェイドシャトルコックと、あとこれはマドカズラですね。あとは、スキンダプサス、シラフカズラですね。あとはヒメモンステラだったりとか、ホヤオーストラリスだったりとか、比較的こうつるっぽい植物を上の段の方に置いています。そしてこちらの出窓側にもいくつかハンギングをしていて、こちらがリプサリスになりますね。ゆっくりですけど伸びてきています。でこれ長かったのでちょっと縛って短くしています。こちらも Amazon でセットに入っていたマクラメハンギングです。で今度こちらのエピフィラムなんですけれども、これはハンガーの部分が短かったので、糸みたいなものでちょっと長くしています。あとこれはエアプランツなんですけど、100均のハンギングになりますね。でこの出窓側にはこの上にですね、突っ張り棒を貼っています。で重量がある程度耐えられる突っ張り棒じゃないと落ちてしまう可能性があるので、ホームセンターで結構重量に耐えられる突っ張り棒を貼りました。でそこに S 字フックをくっつけています。結構頑丈な突っ張り棒なので、こう引っ張っても全然動かないような状況になりますね。この突っ張り棒は結構頑丈な素材でできていて、プラスチックではなくて鉄みたいな素材でできているものです。やっぱりハンギングする時になかなかこう壁に穴を開けるとかネジを打ち込むとかっていうのは、賃貸とかだとできないとは思うので、僕の場合はこういった突っ張り棒に S 字フックをつけてハンギングをしています。でやっぱりこう移動もさっとできるので非常に便利です。でこの糸で引っ掛けてるところはくるくる回ってしまうので、マスキングテープで糸をちょっと止めて、その穴のところにハンガーを入れています。洋服の袖に醤油をこぼした跡がありました。でお店で売っているマクラメハンギングって結構金額するんですけど、通販だと結構安く買えるので僕は通販で購入しました。あとはこのハンギングはダイソーかセリアどっちかで買ったんですけど、100円なのでおすすめです。でなおかつこのエアプランツが入っているグラスも100均で買ったものです。これも長かったので短く縛っています。
とは以前はこちらのグリーンネックレスもハンギングしていたんですけど、今はこの棚の方に移動させました。あとはこちらのジグザグカクタスも100何十円とかで買ったやつを大きく育てていつかハンギングしようと思っています。であとペペロミアホープもいつかハンギングしたいなとは思っています。このテラコッタが白くなってしまっているのはカビではなくて、その土の成分が出てきて白くなっているので、今度磨こうと思っています。なかなか昼間のルームツアーみたいなものを撮ってなかったので、棚にある植物をもう一度撮りましたので、ぜひご覧ください。はい、ということで、今回はリクエストにいただいていた僕の、観葉植物のハンギングの仕方を、ご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もしこの動画が楽しかった、参考になった等あれば、ぜひチャンネル登録、いいね、そしてコメントなどぜひぜひよろしくお願いいたします。次回はリクエストにいただいていた、中級編、初級編とか観葉植物の育てやすさ別に分かれたなんか動画みたいなのをお送りさせていただこうと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。リクエストもまだまだお待ちしておりますので、コメントお待ちしております。それでは、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。グリーンバイブスマンでした。バイバイ。